皆さんこんにちは、レモン色です。今回は私がクリップスタジオペイントで使っているブラシを紹介したいと思います。私は現在このような人物を中心としたイラストを描いています。これまで SNS にイラストを投稿してきた中でコメントでブラシ何使っているかを聞いてくださる方が何人かいらっしゃいました。なので今回はそれを動画にして皆さんにお伝えできればと思います。今回はクリスタで私が実際に使っているブラシの中からおすすめを7つ紹介します。今回紹介するブラシはどのイラストにも必ず使っているわけではなくて、使う時もあったり使わない時もあったりするので、そこを踏まえて見ていただけたらと思います。私のイラストの雰囲気や絵柄に興味がある方は特に参考になると思います。全部無料でダウンロードできるものなので、ぜひ使ってみてください。それでは楽しく見ていきましょう。はい、まずは鉛筆 R というブラシです。これは主に当たりを取るときや線画を描くときに使います。少しラフな表現をしたいときに力になってくれるのがこのブラシです。少しガサガサしたブラシなんですけど、このガサガサ感がとても好きなんです。なんかね、ラフなスケッチみたいな雰囲気が出るんですよね。絵を描き始める段階からちょっとラフな雰囲気に絵も気持ちも持っていくことができるので、自然にこれを使うことが多いです。要するにイメージとか描きたい雰囲気へのモチベを高めるためにこれを使うって感じです。ガサガサしてるのはもちろんなんですけど、かすれたりとかもするので、なんか線に勢いが出ますね。そういうのでちょっと描いてる時にうまく見えたりとかするので、そういうのでモチベーション上がりますよね。なんかよく G ペンだと全然描けないけど、これだとなんかよく見えるとか、そういう時よくありますね。それで気分を上げるためにこれを使ったりしてます。結構絵描くのって日によって全然調子違うじゃないですか。で、それでなんか落ち込んだりとかそういうのもするので、ちゃんと気持ちをね、前向きに持っていくことって本当大事だと思うんですけど、これすごいなんか、まだ多分私が未熟だからだと思うんですけど、すごいうまく見えるというか、自分がうまいと錯覚できるペンの一つなんじゃないかなって勝手に私は思ってますね。はい、鉛筆 R はこんな感じでしたということで、次のペンに移りたいと思います。はい、次はこの主線も水彩も厚塗りも1本でやる怠け者ブラシです。これはとてもシンプルですね。本当に何にでも使えるオールラウンダーって感じです。色も混ざらないし、使いやすいですね。これは当たり描くときに使ったりもしますけど、最後の仕上げとして線画を目立たせたりとか、修正したりするときによく使います。例えば、このスイちゃんのイラストの線画とかにも使ってますね。こういうところですね。赤い丸で囲ってるところとかで、最後にその強調というか縁をねしっかり描いて見せたいという時にやりますね。今赤色で塗っているようなところを描いてます。はい、こんな感じですね。あとはこのスオのファンアートなんですけど、これもこういう人物の縁の部分、線画の部分をねちゃんと強調するときに、こういう濃い色でこういうことすると遠くから見てもなんとなくの輪郭がはっきりわかるので、すごいよく使えるブラシですね。はい、次はこちらの柔らかブラシです。こういう系のブラシはもう紹介するまでもなく、皆さん当たり前に使うことが多いと思うんですけど、使い方ってすごく大事だと思うんですよね。このブラシの使い方で絵の雰囲気はだいぶ変わると思ってるんですけど、
私はこのブラシは影をつけるというよりかは明るさを出すときに使うことが多いです。さっきね、鉛筆 R のところでちょっと描いたイラストを使ってみるんですけど、ほっぺたちょっとほてらすときにこの柔らかブラシ使います。バーってレイヤーに塗って、でそれをレイヤーの不透明度を下げたりしてやりますね。定山レイヤーでちょっと影を作って消しゴムで消して今ハイライトを作ってるんですけど、こんな感じでやった後にこの柔らかブラシちょっと濃度下げたりとかしてすっごいもう柔らかくぼやっとしたものを作ってハードライトレイヤーで明るい色を取ってこうやって顔周りにやるんですよ。そうするとね、ちょっと肌がちょっと発光した感じが出て、私はすっごい好きで、これ本当によくやるんですけど、こういう風に使ってますね。主になんか暗い部分をちょっと明るくさせたいとか、そういう時にやってます。あとはこういうイラストの人物じゃないところ、外側の背景とか手前の部分だったりを、こんな感じで明るいもやを描いて雰囲気出したりとか、そういう風に使いますね。なんかぼやって周囲に広がっていく特徴を、主になんか発光感とか、そういう幻想的な雰囲気を出すことに使用してますね、私は。よかったら皆さんもやってみてください。そしたら次は不透明水彩です。以前この動画で紹介した目を描く工程でも使っています。こんな感じでこってりしてて色が伸びづらいブラシです。明るい色って暗い色に負けちゃうじゃないですか。その色が伸びるときって。で、そういうときに、暗い色の上から明るい色を重ねたいときは何度も行ったり来たりして描いていると明るい色が出てきます。厚塗り感出すのには本当にもってこいのブラシでとても好きです。さっきも言ったんですけど、例えばこの目にはもう瞳の部分ほぼこれですね。はい、全部ね。これです。で、そうですね。これもそうですね。はい、メガネですね。このメイド服の色の反射とかもそうですし、あとはこの服の色の反射とかもそうですし、そうですね、こういうところですね。あとはこのスケブのイライエの髪の毛とかもそうですね。結構こってりした感じがわかりますね。はい、次はフレッシュサーモンというブラシです。これは塗りでめっちゃ使います。これも色が混ざるので塗りながら色を混ぜて使うんですけど、不透明水彩よりもあっさりしてて色伸びがいいものです。色混ぜられるし、筆圧加えればしっかり塗れるしっていうので、いろいろと都合がいいブラシです。なんかちょっと悪い言い方かもしれないですけど、ちょうどいいっていう意味ですね。はい、ちょうどいいブラシです。はい、こんな感じでね、筆圧をうまく調節しながら幅広く使えるブラシです。
はい、来ました。次はドライサーモンです。これは1個前のフレッシュサーモンとセットになってたやつなんですけど、色の混ざり方はとても似ていて、違いはちょっとこっちの方が縁が少しあることです。この目の塗り方の動画見てくださった方はもうご存知だと思います。はい、これ今書いたんですけど、これが縁ですね。ちょっとよく見てもらうと境界線がちょっとわかると思います。左がドライサーモンで、右がフレッシュサーモンのブラシです。そうなんですね。このあるかないかくらいの境界線がすごい好きで、なんかこじゃれてません？縁の主張が強すぎなくて邪魔にならない感じがすごく好きですね。実際にイラストではこの目のまつげに使ってたりとかですね。そうですね。こんな感じで描いてましたね。あとこうやって髪の毛のところにもちょっと使ったりとか、こうやって服のところとかにもね、よく見たら境界線がちょっとわかると思うので、また見てもらえたらと思うんですけど、こんな感じで使ってます。で、これも同じ目なのでね、こんな感じでまつげとかまぶたの二重の境目とか眉毛とかですね。はい。このイラストもこの前髪のところとか書いてますね。この質感じゃないか。情報量とかですかね。出すときになんか縁がいい働きをしてくれます。と、こんな感じですね。はい。そしたら次に行きます。最後はこの厚塗り油彩っていうやつですね。これはべったりとしたブラシなんですけど、色もしっかり混ざります。で、これも筆圧で見え方が変わってきます。圧かけないとこんな感じで粗が見えます。で、圧かけるとこんな感じでべったりしますね。なんかキャンバスの上に描いてるような質感も出せるし、べったりな厚塗り感も出せるしということでおすすめです。これは使う頻度が少なめなんですけど、特にべったりさせたい時に使うものとしておすすめ度合いが高いので紹介しました。あんまり使ってる部分がお見せできないんですけど、例えばこのスオの絵のこの奥の壁とかね、こんな感じで使ってますね。結構この時は筆圧かけずにちょっとかすれ気味で使いました。はい、めっちゃいい雰囲気出るのでおすすめです。はい、こんな感じで私のクリップスタジオペイントの、おすすめのブラシを7つ紹介してみました。いかがだったでしょうかね。今回紹介したブラシは保存しやすいように概要欄に ID と一緒にまとめてあるので、ぜひ試してみてください。皆さんから逆にこのブラシおすすめだよっていうものがあれば、ぜひ教えてください。みんなでコメント欄で共有しましょう。これから私も絵柄とか描き方が変わっていくにつれて、使用するブラシも変わっていくと思うので、また期間を空けて紹介できればいいなと思っています。私は他にもイラストの描き方、メイキング動画などを発信しています。質問や企画のリクエストなどがあれば、ぜひコメントしてください。今後の動画の参考にします。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。